ごめんね、お母さん。どうしていつも謝るの？ほら、もう朝食ができてるから。夫と結婚して、その連れ子の娘と暮らし始めて半年が経ちました。娘との関係も別に悪くはなかったのですが、どうしてか毎朝私に謝罪してくるのです。その理由を尋ねてもはぐらかされ、答えてはくれません。夫に娘のことを相談しようとしても、面倒くさがり、まともに取り合ってくれることはありませんでした。そんな日々が続いたある日の朝、この日はいつもと違っていたのです。じゃあ行くから。行ってらっしゃい。出張で出かける夫。これから1週間、娘と2人なのかと考えると少し不安もあります。夫を見送り、リビングに戻ろうとした時です。お母さん、実は私。差し出された左手にはあるものが、娘の口から語られたのはとんでもない真実でした。驚きと同時に私は夫への怒りが燃え上がったのです。私は道代、証券会社勤めでバリバリと仕事をこなしています。そんな時に顧客として今の夫である幸俊と出会いました。はじめこそは商品の説明や仕事の話しかしていなかったのですが、いつの間にか幸俊のペースに合わせられていたのです。道代さんって綺麗ですよね。そんな反応も可愛いですね。からかってるんですか？本心ですよ。学生の頃から勉強ばかりでまともな恋愛をしてこなかった私にとっては、どう反応するべきかわからなかったのです。気づけば家でも幸俊のことを考えるように。こんなんじゃダメね。明日も会うし、次はちゃんと言わないと。そんな決意をして幸俊と向かい合ったのですが、そんな決意は全くの無駄でしかありませんでした。よかったら付き合いませんか？付き合う？はい、とりあえず食事だけでもどうですか？それくらいなら。こうして幸俊との食事から付き合いが始まったのです。この時私は40歳、幸俊は35歳でした。それから数回食事を重ねた末に告白されます。少し迷いましたが、すでに幸俊に惹かれていた私は OK しました。そして交際を始めて半年後にプロポーズを受けたのです。それ自体は嬉しかったのですが、本当に結婚していいか非常に迷う事実が発覚してしまいます。実は俺、子供がいるんだ。どういうこと？少し前に離婚して。バツイチってこと？そうなるね。そうなるって。平然と答える幸俊に私は混乱しました。そもそもそんな気配を一切見せていなかったのです。そしてあることに疑問を感じました。ちなみに子供は何歳なの？今年で13になったはずだけど。男の子？それとも女の子？女の子だよ。年齢の割にはしっかりしてるし大丈夫だよ。そうなんだ。親なのに年齢すらおぼろげな幸俊に不信感を抱き始めたのはこの時からです。さらにこの日は私の家に来ていて泊まる予定でした。泊まるって言ってたけど大丈夫なの？すると幸俊は少しバカにしたように笑ったのです。大丈夫だって、もう子供じゃないんだし。まだ子供だと思うけど。ああ、ちなみに名前はリカって言うからさ。結局疑問は拭えないまま私は結婚という選択を選んだのです。もちろん幸俊のことは好きでしたが、
それと同時に子供のことが気になってしまいました。初めての結婚だったため、両親にはかなり反対されましたが、必死に説得。本当にいいの？後悔はないの？もう決めたことだし、それにこの年齢で結婚を経験してないのもどうかと思うし。まあ、道代が決めたんだったら、私たちはもう何も言わないけど、何か困ったことがあったらすぐに連絡してきなさいよ。ありがとう。最終的には結婚を認めてもらい、晴れて結婚生活が始まりました。今まで仕事ばかりで家事も放置しがちだった私は必死に頑張ります。忙しい毎日の中で救いだったのは、娘となったリカが家事を手伝ってくれていたことです。会話はそこまで多くなかったものの、気が利く本当にいい子なんだと思いました。しかし気づけば朝に顔を合わせるたびになぜか私に謝罪してくるようになったのです。もしかして遠慮してる？そんなに気を使わなくてもいいのに。違うの。娘が何かを話そうとした時でした。おい、こんなところで何してるんだ？幸俊が声をかけてきたのを見た娘はすぐにその場から立ち去ってしまったのです。なんかあったのか？わからないけど。何かが引っかかるような感じに襲われていました。その時です。ああ、忘れてたんだけど、今度出張に行くから。出張？まあすぐじゃないんだけどさ。この時から幸俊は月に一度は出張に出かけるようになったのです。何度か幸俊の出張を経験していると、ある変化にも気づきました。幸俊が出張に出かける日は、決まって娘が何か言いたそうにしているのです。とはいえ、今の関係を壊したくなかった私は、あえて無理に聞き出すようなことはしませんでした。しかしそれが間違いだったと気づくことになるのです。ごめんね、お母さん。どうしていつも謝るの？ほら、もう朝食ができてるから。相変わらず娘は朝になると私に申し訳なさそうに謝ってくるのです。気づけばそんな生活が半年も続いていました。その理由を尋ねてもはぐらかされ、答えてはくれません。はじめこそ自分から話してくれるだろうと思っていました。しかし、さすがにこのまま生活を続けていくのは無理だと感じ、幸俊にも相談することにしたのですが、ねえ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。聞きたいこと？悪いけど後にしてくれるか？今忙しいんだ。そうは言っても、幸俊はただスマホを見ているだけでした。あまりに適当な態度に私のイライラも溜まっていきます。少しでいいんだけど。くどいぞ。結局、まともに取り合ってくれることはありませんでした。何の解決もしないまま、幸俊が出張でいなくなる日を迎えます。さらにこの日はいつもと違っていました。じゃあ行くから、帰りは1週間後な。わかった、行ってらっしゃい。いつものように出張に出かける幸俊。これから1週間、娘と2人なのかと考えると少し不安もあります。幸俊を見送り、リビングに戻ろうとした時です。そんなところでどうしたの？娘はこちらを見て立ち尽くしていました。あまりの雰囲気に声をかけたのです。お母さん、実は私。娘は下を向いたまま、いつも以上に表情が暗くなっていました。大丈夫だから、ゆっくりでもいいから、言いたいことがあったら遠慮しないで。すると娘は顔を上げ、口を開いたのです。私ね、本当は
お父さんと血がつながってないんだ。あまりの一言に目を見開いてしまいました。私は前のお母さんの連れ子で。その時お母さんについていかなかったの？気づいたらお母さんがいなくなってて、どこに行ったかもわからないから仕方なくお父さんに引き取られたんだ。娘はずっとこのことを心に抱えていたのでしょう。その目には涙が浮かんでいます。私は考える間もなく娘をそっと抱きしめたのです。つらかったね。でももう大丈夫だよ。うん。ここで私はあることに気づきます。毎朝私に謝ってきた謎が残っていたからです。一つ聞いてもいい？うん。どうしていつも私に謝ってきたの？それはね。すると娘は左手を差し出してきたのです。左手に持っていたのはスマホでした。これは？お父さんの写真なんだけど。娘が見せてきたのは、幸俊と若い女性が腕を組んで笑っている写真でした。どうやってこれを？お母さんと結婚する少し前にうちに来て、その時に撮ったの。多分もっと前から関係はあったと思う。そうだったんだ。教えてくれてありがとう。私の方こそごめんなさい。ずっと隠してて。それに。さらに娘が語り出したことに、私は幸俊に今まで感じたことのない怒りを感じていました。本当に最低な男ね。思わずため息が出るほどでした。それだけじゃないの。今日だって本当は出張なんかじゃないんだよ。それって？前にうちに来た時に話してるのを聞いちゃったんだ。つまりはさっきの浮気相手と密会してるってことね。そうだよ。ここで私は一度深呼吸しました。そして娘にある提案をしたのです。もし私とお父さんが離婚することになったら、リカはどうしたい？本当のことを言っていいのよ。私はあなたを否定したりしないから。私はお母さんと一緒がいい。それは心からの叫びのように思えました。そう言ってくれてよかった。この時私の心は決まりました。娘のために幸俊に仕返ししてやろうと思ったのです。この際だから2人でお父さんに仕返ししちゃおう。私も手伝う。先ほどまで暗かった娘の顔も笑顔を見せるようになっていました。帰ってくるまでにいろいろと準備しておこっか。まずはどうするの？こうして私たち母と娘の作戦会議が幕を開けました。翌日、私は昼休みの時間を利用して離婚届を取りに行きます。さらに娘が撮った写真も証拠の一つとして保存しておくことに。私たちは仲が深まり、会話も一気に増えていきました。同時に幸俊の悪魔のような今までの行動が明らかになっていくのです。そんなことまでしてたの？あ、そういえば結婚する前もそんな話をしてた気がする。このことだったんだ。話を聞く限り、幸俊は親としての責任はほとんど果たしていなかったのです。家に帰ってこないのは当たり前のことで、食事もほとんど自分で用意していたことを聞いたときは本当に驚きました。でも心配しないで。今までされてきた分はきっちり復習させてもらうから。考えがあるってこと？あるにはあるんだけど、この方法だと理科にも負担があるし、
それにまた嫌な思いをさせるかも。大丈夫だよ。今までだってそうだったし、お母さんもいるなら大丈夫だと思う。すごく迷いましたが、娘の覚悟に満ちた目を見て、重要な役割を任せることにしました。それからも何度も打ち合わせを重ね、幸俊が帰ってくるのを待ったのです。ようやく明日帰ってくるわね。今から緊張してきちゃった。大丈夫よ。ちゃんと私が見守ってるから。そして翌日の夕方に幸俊はいかにも仕事をしてきたという顔で帰ってきたのです。ただいま。おかえり。疲れたでしょ？まあね。今日は風呂に入って寝ようかな。それもありかもね。お腹は空いてる？言われてみたら空いてるかも。ああ、買い忘れたものがあるからちょっと行ってくるね。ああ。こうして私は家を出ました。ただ買い物に行くというのは嘘で、娘と考えた作戦を実行するためだったのです。私はすぐにスマホを取り出し、娘と連絡を取ります。今、家を出たところよ。うん、こっちも大丈夫だよ。でも無理はしないでね。任せて。スマホは通話中のまま、娘は自室からリビングにいる幸俊のもとに。ちょっといい？なんだ？これなんだけど。姿は見えませんが、ちょうど娘の撮った写真を見せているところでしょう。なんでお前がこれを？これをお母さんに見せようと思う。これじゃお母さんがかわいそう。すると幸俊は今までに聞いたことがないくらいの怒号で娘に圧をかけ始めたのです。ふざけるなよ。お前がここにいられるのは誰のおかげだと思ってるんだ。だからってこれは裏切りでしょ？親に向かってよくそんな口が聞けるな。せっかく何かの役に立つと思って引き取ったのに、これじゃ計算が狂うだろ。そんなんだから前のお母さんに捨てられたんじゃないの？この娘の一言で幸俊の怒りは頂点に達したようでした。いいか？もしその写真を今ここで削除するなら、これからもここにいていい。それでも道夫に見せるって言うなら。これは明らかに脅しでした。血がつながっていないとはいえ、娘に対して向けるものではありません。もう頃合いかと思っていると、さらに幸俊は衝撃的な事実を話し始めたのです。そもそも、もっとお前がうまく道夫に取り入ってればな、もっと楽な生活ができるはずだったのに。何それ？お前には話してなかったな。道夫と結婚したのは金を持ってるからだ。そうじゃなかったらあんな豊島と結婚なんてするかよ。電話越しでもわかるくらいの醜悪な笑い声。私はいても立ってもいられず、玄関の扉を開けていました。気づけば靴も脱がずにリビングへ。道よ、買い物に行ってたんじゃ。そんなの嘘よ。今までの話を全部聞かせてもらったから。私は幸俊にスマホを見せます。まさかお金目的で私に近づいてきてたなんてね。クズ以外の何者でもないわ。それの何が悪いんだよ。誰にも相手にされてなさそうだったから、俺が拾ってやったんだ。むしろ感謝してほしいくらいだね。いつもはおとなしいのに、今日はやけに饒舌なのね。何？はい、これ。私は事前に用意していた離婚届を幸俊に投げつけます。なんだよ。離婚届よ。私の名前はもう書いてあるわ。はあ？俺は離婚なんてしないからな。こっちにはそれだけの理由が十分にあるのよ。じゃあ聞くけど、本当に東京へ出張に行ってたの？あ、当たり前だろ。じゃあ会社に聞いても問題ないわよね。お前。
本当に出張だったら、どこに泊まったのか、誰と仕事したのかも証明できるよね。幸俊は私の怒涛の攻撃になすすべがないように見えました。どうしてわかったんだよ。リカがあなたと浮気相手が話してるところを見たんですって。そういう話をするときは周りに気をつけないと。お前か、余計なことを。幸俊は憎悪の視線を娘に向けます。責める相手が違うんじゃない？くそ。まあ、そういうことだからさ、慰謝料はしっかり払ってもらうわね。ちょっと待って、リカはどうするんだ？私が引き取るに決まってるでしょ？あなたがリカにどんなことをしてきたかも聞いてるし、なんだったら虐待で訴えることもできるけど。そう言うと、幸俊は下を向き黙ってしまいました。心当たりがあったからでしょう。結局、観念した幸俊は、その場で離婚届にサインしました。これは私が責任を持って出しておくから、じゃあね。私と娘は荷物をまとめ、一旦私の実家に向かいます。実家に着くと両親は驚いていましたが、事情を話すと娘のことも本当の孫のように迎えてくれました。娘もこんなに温かく迎えられると思っていなかったのか、ポロポロと涙を流していたのです。もう大丈夫だからね。本当にありがとう。翌日には役所に離婚届を出しました。それから穏やかな生活がスタートしたのですが、それを邪魔してくる人物が一人いたのです。離婚は認めるが、慰謝料は絶対に払わないからな。それは別れた幸俊からの電話でした。前にも言ったけど、ちゃんとそれを証明してよね。ああ、わかってるよ。しかし、幸俊の思惑通りにはいきませんでした。弁護士に依頼していた私は、幸俊の勤める会社にも事情を説明して協力を取り付けていたのです。その結果、幸俊の行いは完全に暴かれ、会社からはクビを宣告されました。もちろん慰謝料の請求も免れることはなく、200万円の支払いが命じられます。さらにそんなことになっているとは知らない浮気相手にも元夫から連絡が行き、2人とも地獄を味わうことに。もともと私のお金目当てだった幸俊は、結婚する少し前から知らないところで金遣いが荒かったようで、借金をしないと生活ができない状態なんだとか。今までのツケが一気に来たのでしょう。これからは一生苦労して生きていけばいいわ。これでもう安心だからね。ありがとう、お母さん。今の私たちには血のつながり以上の絆があります。これからは母、娘で手を取り合って生きていこうと思います。スカッとしていただけましたか？いいね、チャンネル登録をしていただけると今後の動画制作の励みになります。また次の動画も見てくださいね。